全3部作のこれが1作目です。今回の主人公は45歳の営業マネージャー、ケンジ。彼は新プロジェクトの重圧で寝ても寝ても疲れが抜けない状態にありました。この5分間の本要約動画では、彼のようなビジネスパーソンが直面する問題に対し、薬に頼ることなく心身を回復させるための実践的なフレームワーク、自己再生リズムについて解説します。これはある朝、ケンジがぽつりとつぶやいた一言です。会議ではどうにも集中できず、週末になっても何かをする気力が全く起きない。あなたもこんな経験はありませんか？この漠然とした不調の正体は一体何なのでしょうか？そんな彼がある本で出会ったのがこの一文でした。この言葉が彼の思考を大きく転換させるきっかけとなります。つまり、一時的に症状を抑えるのではなく、根本的な回復へと目を向けさせる重要な気づきとなったのです。次に、疲労の根本原因です。結論から言いますと、問題の根源は、睡眠や運動といった生活習慣の乱れによって自律神経のリズムが壊れてしまっていることにあります。つまり表面的な疲れという症状ではなく、生活全体のバランスの崩れこそが問題の本質なのです。薬は確かに症状を一時的に和らげてくれます。しかしそれは根本的な解決策にはなりません。一方で生活リズムを整えるというアプローチは、身体が本来持っている自己再生能力を最大限に引き出す、まさに本質的な解決策なのです。これは富高慎一郎の著書「なぜうつ病の人が増えたのか」からの引用です。この事実は私たちの体がいかに高い自己治癒力を持っているかを物語っています。つまり薬だけに頼るアプローチにはやはり限界があることを示唆しているのです。この考え方に基づき、ケンジが最初に着手したのが睡眠の再構築でした。彼は立花武の著書を参考に具体的な3つの行動を始めます。まず、寝る時間を毎日一定にする。次に、休日の寝だめをやめる。そして、口テープを使って鼻呼吸を促す。驚くことに、わずか1週間で朝頭が重いと感じるあの嫌な感覚が消えていたのです。次に、思考の停滞をどう解消するかです。心が動かないとき、多くの場合、実は身体も止まってしまっています。この悪循環を断ち切る、最も簡単で、そして効果的なスイッチが歩くことなのです。ケンジが実践したのは非常にシンプルなことでした。毎朝の通勤時に一駅手前で電車を降りて朝日を浴びながら歩く。たったこれだけ。わずか15分間の新しい習慣です。しかし、この小さな変化がもたらした影響は絶大でした。彼の思考はクリアになり、仕事における決断力が目に見えて戻ってきたのです。例えば、非生産的だと感じていた午後の会議を集中力の高い午前中に変更するといった具体的な行動につながりました。つまり、身体を動かすことが心の状態を整える直接的な引き金となったのです。最後に、感情をリセットするための習慣です。自己再生リズムを完成させるための最後のピース。それは、自分の心を冷静に観察する時間を意識的に作ることでした。ケンジは毎晩、ノートにたった3行だけ、その日に感じたことを書き出すようにしました。ここで最も重要なのは、一切の評価や判断を加えず、ただ事実として書き出すことです。これによって、感情を客観視でき、心をリセットするための精神的なスペースが生まれるのです。この一連の経験を通じて、ケンジの信念は変わりました。この考えは、和田秀樹の著書「だから医者は薬を飲まない」が説く身体への信頼という考え方とも一致します。つまり、何かを減らす勇気よりも良い習慣を一つ増やす勇気を持つことの方がはるかに建設的なアプローチなのです。ここまで見てきたケンジの回復プロセス。これはすべて自己再生リズムを一つずつ構築していく過程そのものです。そして重要なのは、その始まりが誰にでもできるごく簡単なステップであるという点です。あなたが明日から踏み出せる第一歩はこの3つです。まず、寝る時間を固定する。次に、朝の光を浴びて歩く。
そして最後に夜3行だけ感情を書き出す。この短時間で実践できる知識をぜひ試してみてください。これがあなた自身の自己再生リズムの始まりとなります。しかし、せっかく始めた良い習慣もなぜか長続きしないことがあります。次回第2話では、なぜ習慣は崩れてしまうのか、そのメカニズムと具体的な対策について解説します。テーマは習慣が裏切る夜の罠。一体これは何なのか。ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。